今トヨタの主権は自ら考え動く現場にあります。全身全霊でトヨタを継承し進化させていきたいと思っております。私の社長時代をですね、一言で申し上げますと、孤独な14年間だったというふうに思います。リーマンショックによる赤字転換、私は社長に就任いたしました。お手並み拝見、空見たことか、早く辞めればいいのに、そんな声が社内からも社外からも私の耳に入り、誰からも望まれない社長としてのスタートだったと思います。ただそれを支えてくれましたのがトヨタの現場の仲間たち、そして何よりも私の中の車愛、トヨタ愛、ジャパンラブ、この気持ちがあったからこそ大変革時代という嵐の中、日本で生まれ育ったグローバル企業トヨタを安全に航行する舵取りができたのではないかというふうに思っております。いろいろ新聞報道とかいろんなところでの数々のバッシング、私マスコミや政治での舞台で作られる論調が世論だと思うと非常に寂しく嫌になることが多々ございます。私は本当の世論は違うところにあると思っています。議決権行使書に応援のメッセージを書いてくださる株主の皆様、トヨタの車が大好きで選んでくださっているお客様、サイレントな存在であっても、それが本当の世論ではないのかなというふうに思います。こういう方々の期待を背負っている私が、日本を嫌いになってはいけない、私はそう思っております。世論の世という字は、本来はおみこしの腰という字を当てるそうでございます。腰という漢字には、車という字が含まれております。だから私たち車屋はありがたくも世論を知ることができるんだと思います。これからも販売店の皆様、仕入れ先の皆様と一緒に私たちの車を選んでくださるお客様の世論にしっかり向き合ってまいりたいと思います。私自身、実は森蔵、あるいはマスタードライバーの豊田章男の下で10年、いやそれ以上ずっとですね、豊田章男の車作りを現場で見てまいりました。もっといい車を作ろうよというぶれない軸のもと、車に本当にひたむきに向き合う現場で汗かいて車を作るということをずっとやってまいりました。それゆえ私の目指している車作りも全く同じ現場で仲間と共に汗を流していい車を作っていくという軸です。やはり車はお客様あるいはドライバー、使われる方々に作り手の思いを伝えるものだと思います。そういった部分は豊田章男が14年かけてトヨタに作り上げてきた強固な価値観だと思っています。その部分は私のみならず多くの執行メンバーとともにしっかりと継承をしていきたいというふうに思います。一方で車を取り巻く社会はものすごく大きな変化が訪れています。車が大好きなんだ、その思いを未来につないでいくためにはより多くの課題を解決していかなければなりませんし、社会のシステムに順応する車に進化をしていかなければいけないと思います。そこに込めた思いがモビリティカンパニーを目指そうという思いです。車の未来は社会システムや情報あるいは物流、もっと人の心を動かすいろんなところとつながることでもっともっと価値を高めていくことができると思います。車の未来を変えていこうという言葉に込めた思いというのは、我々が車屋だからこそ生み出せる新しい価値があるに違いない、そう思っています。知能化や電動化、ニーズの多様化に応えていくことで車がモビリティに変わっていく、そんな進化を促していくのが経営を引き継いだ我々の責務だと思っています。車の本質的な価値を守りながら未来の車に
もっと新しい何かを生み出していく、チャレンジをしていく、そこが我々の使命だと思っていますので、ぜひ今後もトヨタのこれからをご一緒に見守っていただければと存じます。この14年間、私がやってきましたことは、トヨタらしさを取り戻す戦いだったと思います。これは言い換えますと、トヨタの主権を現場に戻す戦いということになると思います。私が社長になる以前のトヨタは、非常に官僚的で、一部の肩書きを持っている人たちが主権を持ち、現場ではなく、本社の机の上で意思決定がなされていた会社だったと思います。入社して以来、私がずっと感じていたのは、トヨタってこんな会社だったっけなという違和感。これは巨大組織に根付いてしまったこの企業風土にあったと思います。振り返りますと、生まれてこの方、私はずっとマイノリティでした。創業家である豊田姓に生まれたがゆえに、自分という人間を見てもらえず、名前から来る先入観に苦しめられてきた人生だったと思います。トヨタに入社するにあたり、父である名誉会長からは、この会社にお前を部下にしたいと思う人はいないよと言われました。実際に入社すると、まさにその通りでした。私に近づくと、周りからは、社長の息子に気を使ってとか、ごまをすろうとしていると言われ、社長である父親に伝わるかもしれないということで、きつく当たる方もなかなかいませんでした。私はいつの間にか、できるだけ関わらない方がいい存在、いわばアンタッチャブルな存在になっていたんだと思います。何度も心が折れました。やめようと思ったことも一度や二度ではございません。ただそんな中、私は2つの技を身につけたと思います。一つは人の話をよく聞くことです。アンタッチャブルな存在としては、とても自己主張できるような環境ではありませんでしたので、いろいろな人の意見を聞くという習慣が身につきました。もう一つは、自分の中にあるトヨタらしさを基準に決断し、それをストーリーにして説明することです。私は物心ついた時から、父である名誉会長の話を背中で聞いておりましたし、父と一緒に多くの車に乗り、トヨタで働く多くの人たちと触れ合う機会に恵まれました。幼少の頃からトヨタを肌で感じる中で、私なりにトヨタらしさのセンサーを身につけたような気がいたします。人の話をよく聞いて、これってトヨタだよなとか、これってトヨタの思想に合うのかななど、私の中にあるトヨタらしさを基準に一つの決断をする。それをストーリーにして多くの人に分かりやすい言葉で伝え、共感を得ていく。これがマイノリティとして生きてきた私が身につけた技であり、そこから生まれたのが、もっといい車を作ろう、町一番の会社になろう、自分以外の誰かのために仕事をしようという言葉だったと思います。私の言葉と行動に一番共感してくれたのは、現場の仲間でした。現場で働く一人一人が自ら考え動いてくれたからこそ、商品が変わり、トヨタが変わったんだと思います。今トヨタの主権は自ら考え動く現場にあります。他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる。そんな思いで現場と共に戦ってきた14年間だと思います。この新体制がスタートを切れるこの背景にあるのは、豊田会長の14年間の本当に厳しい経営があって、トヨタの土台がしっかりと作ることができたからだと思います。我々新体制の経営のテーマは、
継承と進化です。我々が継承していくものは、豊田会長が作り上げてきたトヨタらしさ。これはやり方や手段ではなくて、思いや価値観で伝承していくことが大切だと思っています。私が社長の内示を受けましたとき、豊田会長は私に、一言アドバイスをくれました。すいません。トヨタの社長は孤独だぞと。本当に大変だぞと。だけど佐藤には自分が味わってきたような経営継承は絶対にしたくないんだと。お前には多くの仲間がいると。自分一人で背負わないでいい。自分がチームのキャプテンになったつもりでチームで経営をすればいいんだという言葉をもらいました。私のみならず多くの経営メンバーが豊田章男の下で車作りを通じてその価値観を共有してきました。だからこそできる経営があると思っています。チーム経営と言いますと、どうしても経営の執行のスピードが落ちるんじゃないかとか、意見の調整に時間がかかるんじゃないかというふうに思われるかもしれません。でも今のトヨタにおいては、根底の価値観が共有されているからこそ、スピードのある経営ができると思います。10人で一つのボールを追いかけるのではなくて、価値観が共有できているからこそ、10人で10個のボールを追いかける。そんなスピード感のある経営が今のトヨタならできると思います。私自身、先ほども申し上げましたように、会長の豊田とは実はあまり社長室で会話をしたことがありません。いつも現場、いつも車の中、こんな車にしよう、あんな車にしよう、こうやって走ったら壊れたぞ、そんな会話の中からトヨタらしさというのを掴んできました。経営の思いは商品に現れるんだということで、車を作ることに軸足を置いた経営というのを現場で学んできました。車作りは本当に挑戦の連続です。うまくいくことはあまりありません。トヨタが大切にしている言葉の一つに、豊田佐吉王が残した言葉、百節不答という言葉があります。何度失敗してもそれに負けることなく挑戦をし続けていく、その姿勢、これが私が豊田章男から現場で学んだ経営の軸とすべき価値観です。100の失敗の先に一つの成功がある、それを信じてトヨタは挑戦を続けていく会社でありたいというふうに思っています。私自身、本当に車が大好きです。車を作ることが大好きです。トヨタにはいろいろな車好きがいます。バッテリー EV が大好きな車好き、エンジンのサウンドが大好きな車好き、そのダイバーシティがあるからこそトヨタらしい多様性に応えする車の未来が作れるというふうに思っています。ご質問にありました車屋の目指す未来とは、これは車がいつまでも楽しいものであって社会とつながってもっともっと世の中のお役に立てる安全で安心なものに育てていくことだと思います。そんな未来を作っていきたいと思います。そのためにも現場で汗をかいてひたむきに車に向き合って多くの仲間と挑戦をしてトヨタらしさを継承し、新しいトヨタの姿を生み出していきたいというふうに思います。全身全霊でトヨタを継承し、
進化させていきたいと思っております。私も含めまして全員で佐藤社長を支えてまいりたいと思っております。株主の皆様には今まで以上のご支援を賜りますようお願い申し上げます。